こんにちは、アリアです。前回は、シーダーズと呼ばれる宇宙文明が、どのように地球に関わり、人類の誕生に影響を与えてきたのかについてお話ししました。今回は、その続きとして、古代から密かに残されてきた、アークの秘密、そしてそれが今、再び動き始めていると言われる理由を、さらに深い視点から紐解いていきたいと思います。アークとは、古代シーダーズが地球に残した巨大な宇宙テクノロジーの総称です。それは単なる機械や建造物ではなく、量子技術と意識技術を組み合わせた多次元的な装置であるとされています。アークという呼び名は聖書に登場する箱舟を思わせますが、その概念ははるかに大きく、地球規模で影響を与える装置群を含んでいます。アークは地球の地下、深海、氷河の下、そして古代文明の遺跡の内部に隠されており、人類の進化に合わせて起動するよう設計されていると語られています。そのため、人類が一定の意識レベルに達すると、これらの装置が目覚め、地球全体の周波数を調整し、次の進化段階へ導くとされています。アークは世界中の様々な場所に存在するとされ、それぞれに異なる役割があります。例えば、太平洋の海底には、レムリア文明が用いていた巨大なエネルギー調整装置が眠っているとされます。アトランティスの遺跡に近い地域には、結晶技術を利用した記憶装置があり、人類の意識にアクセスする役割を持っていると語られます。また、エジプトのピラミッド内部や、その地下構造にも、アークの一部が組み込まれているという説があります。ピラミッドが天体配置と正確に一致し、地球と宇宙をつなぐ装置のように機能している理由が、こうしたテクノロジーによるものだという見解です。さらに、南極やチベットの山脈の下にも大規模なアークがあると記録されており、これらは地球の磁場や周波数を調整するための装置だとされています。そして、アークにはもう一つ重要な特徴があります。それは、物質ではなく、意識と共鳴して動く仕組みを持つということです。アークは、単純なスイッチや機械的作動では起動せず、正しい周波数を持つ存在が近づいた時にだけ反応すると言われています。その周波数とは、シーダーズの遺伝子情報を強く受け継ぐものや、高度な意識レベルに達した人々が持つ波動のことです。つまり、アークは特定の個人や集団に反応するよう設計されており、意図しないものが操作することができない構造になっています。この設計は、闇の勢力がアークを利用しようとした場合に備えて作られたとされ、地球の安全と進化を守るための仕組みだと考えられています。では、なぜ現在になって、アークが再び動き始めているのでしょうか。2020年代に入ってから地球の周波数が大きく変化し、人類の意識が集合的に上昇し始めたことで、アークの一部が振動をし始めたと語られています。これはまるで長い眠りについていた装置がゆっくりと目を覚まし始めているような状態です。アークの起動は地球の内部で観測される電磁異常や地磁気の変動として現れることもあると言われています。また、一部の高感度な人々がアークのエネルギーを夢や直感で感じ取っているという記述もあります。これらの兆候は目に見えない形で世界中に現れており、地球が次の周期へと動き出しているサインとして解釈されています。アークの起動が進むと何が起こるのでしょうか。アークには地球の周波数を調整し、人類の意識進化を加速させる役割があります。そのため、アークが活性化すると、人々の直感が強くなったり、感情の解放が進んだり、価値観が大きく変わるとされています。また、眠っていた遺伝子情報が再び働き始め、自分のルーツに目覚める人が増えることも予想されています。これまで、普通の生活の中では、
気づくことがなかった感覚が開いたように感じる人もいるかもしれません。アークは外側の装置ですが、本質的には人類の内側に眠る情報を活性化するための触媒であり、人類の進化と深く結びついています。アークの活性化は地球だけでなく、地球外の文明にも影響を与えるとされています。地球の進化を長い間見守ってきた銀河連合は、地球が混乱していた時代には直接介入できない時期もありましたが、最近になって地球の周波数が安定し始めたことで、そのサポートを強めていると言われています。銀河連合が見守り手だとすれば、シーダーズは創造の源とも言える存在です。伝承では、アークの目覚めと同期するように、シーダーズが再び地球に意識的な接触を始めたと語られています。彼らは肉体を持って降り立つわけではありませんが、意識やエネルギーを通して人類との交流を静かに再開しているとされます。これが神々の帰還と呼ばれてきた現象の本質だと考えられています。そして、このアークの動きは地球の未来にも深い影響をもたらします。社会構造の変化、経済の転換、価値観の刷新、科学技術の進歩。これらはアークがもたらす周波数の変化によって加速するとされます。例えば、エネルギー技術の飛躍的な進化は、アークに関連する量子技術が再び理解されることで可能になるかもしれません。また、人々の意識が変わることで、争いや対立の構造が弱まり、新しい共同の形が生まれていくと考えられています。もちろん、これらは一夜にして起こるものではありません。しかし、アークの軌道が進むにつれて、時代の流れが大きく、そして確実に変わり始めていると伝えられています。まず、2025年という年は、なぜ特別視されていたのでしょうか。2025年は、アークが本格的に活性化し、人類の集合意識が大きく変動する分岐点であるとされています。それは、カレンダーのように数字が区切られるからではなく、地球と太陽系が銀河の特定の位置へ移動し、周波数の帯域が変化するタイミングが訪れるためです。この変化は、科学的な観測では、まだ完全に理解されていませんが、地球の磁場変動や気候パターンの変化、そして人類の精神的な揺れとして現れ始めています。2025年は、こうしたエネルギーの転換が最も強く感じられる時期であり、人々の価値観や意識の方向性が明確に2つへ分かれていくと言われています。それは善悪の分岐というよりも、自分の内側に正直に生きる人と外側の情報に振り回され続ける人という構造の違いが表面化するという意味です。こうした流れの中心にあるのがアークの働きです。先ほどお話ししたように、アークは地球内部や古代遺跡、深海や氷河の下に存在する巨大な量子装置であり、人類の意識進化を促すために設計されたものとされています。アークが目覚めると、地球全体の周波数が安定し、眠っていた記憶が呼び起こされるように、個人や社会の深い部分で変化が起こります。2025年は、その目覚めがピークを迎え、人類全体が新しい段階へと移行する準備が整う時期とされています。この時期に多くの人が直感の高まりやシンクロニシティを経験し、人生の方向性が大きく動く体験をするかもしれません。それは偶然ではなく、地球が次の周期に進むための自然な流れであるという見解です。しかし、2025年で変化が終わるわけではなく、むしろここから始まるのが2026年から2030年にかけての本格的な進化のフェーズです。この5年間は人類が新しい文明の基盤を作るための重要な時期とされています。2025年は門が開く年であり、2026年以降はその門をくぐり抜けた先で人類の社会と意識が
現実的な変化を迎える段階と解説されています。ここからは、その流れを少しずつ見ていきます。まず、2026年。この年は、個々の人生の中に変化が直接的に現れやすいとされています。2025年に集合意識が揺れたことで、内側で溜め込んでいた思いが表に出てきたり、人間関係や仕事の方向性が変わる体験をする人が増えるかもしれません。それは自分の本質と合わないものが自然に離れていく過程です。アークのエネルギーは過去の記憶や古い価値観を浮き上がらせ、解放させる働きがあるため、2026年は精神的な変化が生活レベルで顕在化していくとされています。また、眠っていた遺伝子が再活性化することで直感や創造性が急に強くなる人が増えるとも語られています。続いて、2027年。この年は社会構造に変化が現れ始める可能性があると解説されています。権威や既存の枠組みに対する信頼が再び見直され、不透明だった領域が明るみに出やすい時期です。これは闇の勢力が長く維持してきた構造が弱まり、真実が表に出る周期に入っていくためだとされています。政治制度の変化や科学技術の新しい発展、価値観の変化が加速する可能性があり、世界が大きな方向転換を迎える準備が整う時期と見られています。そして、2028年。この年は、新しい技術が広まり始める兆しが現れると言われています。量子技術、再生エネルギー、意識を基盤とした新しい科学、こうした分野が急速に発展し、一部が社会で応用される可能性があります。アークの記憶装置が働き始めることで、人類がかつて失った知識にアクセスしやすくなるという見解もあります。これは必ずしも外側に宇宙船が降りてくるという意味ではなく、人類自身が本来持っていた能力や知識を思い出すことによって実現する変化です。さらに、2029年。この年は世界の価値観が大きく2つに割れる可能性があるとされています。一つは内側の感覚を大切にしながら新しい世界を作ろうとする流れ。もう一つは過去の安全や既存の価値観にしがみつく流れです。争いという形ではなく選択の違いとして現れていくでしょう。シーダーズはどちらが正しいかを判断するのではなく、それぞれの選択を尊重しながら、人類全体がより自然な進化へ進むように静かにサポートするとされています。そして最後に、2030年。この年は一つの大きな区切りとして扱われています。地球と人類が次の文明段階へ移行する準備が整い、新しい意識基盤が安定する時期とされます。2030年に突然何かが起こるというわけではありませんが、2025年から始まった一連の変化がこの頃に一つのまとまりとして形になるというイメージです。人類の意識はこれまでの分断と恐れを中心にしたサイクルから離れ、共同や創造を基盤にした新しい時代へ進む準備が整うと語られています。例えば、自分の選択に迷いが少なくなったり、物事の捉え方そのものが柔らかく変化していく。そうした個々の内面の変化が積み重なることで、社会全体の在り方も変わっていくということです。こうして見ていくと、2025年から2030年という期間がなぜこれほど重要視されているのかが見えてきます。それは単なる未来予測ではなく、シーダーズが長い時間をかけて準備してきた地球の次の進化段階であり、その流れがアークの活性化と深く結びついているからです。この期間に意識が変わる人が増えることで、未来の文明の方向性が決まっていく。それが未来の中心的なメッセージです。現代では古代遺跡や謎の発掘物、
ピラミッドの内部構造など、多くの謎が未解明のまま残されています。これらの中には、アークとつながる鍵が隠されている可能性があります。ピラミッドが持つエネルギー特性やその精密な設計は単なる墓ではなく、何らかの装置として機能していた可能性が高いとも言われます。また、古代文明の神々の物語は宇宙から訪れた存在を象徴的に伝えたものかもしれません。アークを理解することは、ただ古代の謎を解くということではなく、人類の未来を理解するための重要なヒントになるのです。アークの存在は地球の過去と未来をつなぐ一本の線のようなものです。古代に残された英知が今静かに目を覚まし、私たちの意識や社会の変化として現れ始めています。そしてその流れは決して外側の誰かが作るものではなく、私たち一人一人の内側から生まれる選択によって形作られていきます。2025年から2030年にかけての変化は恐れではなく、思い出すことへの旅です。本来の自分に戻る人が増えれば増えるほど、アークはより強く働き、人類の未来の方向性はより明確になっていくとされています。今私たちが感じている違和感や揺らぎも、その大きな転換の一部なのかもしれません。古代シーダーズが残したアークは単なる装置ではなく、人類へのメッセージそのものです。それはあなたの内側にも同じ光があるという静かな呼びかけでもあります。この地球で私たちは何を思い出し、どこへ向かおうとしているのか。その答えはこれからの時代の中で少しずつ明らかになっていくでしょう。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。